お猫さん。村山和子。毛を染め替えたお猫さん。お正月が近づいてきたので、お猫さんのお父さんとお母さんはお猫さんをお風呂に入れて毛皮の手入れをしなくちゃならないと考えておりました。なぜと言ってお猫さんは白猫さんでしたから。お父さん、ここに石鹸の広告が出ていますよ。これを使ったらどうかしら。何しろお猫さんは大変なお板で、普段からお風呂が嫌いなので、まるでドブネズミみたいに汚れていますからね。どれどれ。なるほど。これなら大丈夫。これにしましょう。と、お父さんは賛成してお金をくださいました。その石鹸はラックスといって、人間でもめったには使わない上等の石鹸ですから、お猫さんの家なんかで使うのはもったいないぐらいです。けれども、お猫さんのためなら、お猫さんのお父さんやお母さんはいくら高くても我慢をいたしました。石鹸を買ってきたお母さんは、お猫さんをお風呂に入れました。長い間入らないものですから、体中に染みて、お猫さんは我慢ができなくて泣きました。けれども、お風呂から上がって毛が乾くと、それは目も眩しいくらいに美しく真っ白になりました。お父さんもお母さんも自分の子ながらあんまり美しいので、思わず嬉し涙を出したくらいでした。ところが、お猫さんのお隣に、お黒さんという真っ黒なお猫さんが住んでいました。お猫さんのお友達です。そのお黒さんが、お風呂から上がったばかりのお猫さんのところへ遊びに来ました。お黒さんも、やはりお風呂から上がりたてで、それは美しく、ピカピカと毛を光らせておりました。二人は、いや、二匹はお家を飛び出して、町の方へ遊びに出かけました。あなたは真っ白でとてもいいわね。素敵よ。とお黒さんが言いました。あなたは真っ黒でとてもハイカラよ。とお猫さんが言いました。二匹は生まれついた色が嫌いで、他人のものがよく見えて仕方がありません。人間の子供みたいです。ところが町の化粧品屋さんで大振り出しをやっていました。楽隊がぷかぷかどんどんと鳴っていて、それは面白そうでした。二匹はそこへ駆けつけていきました。化粧品屋さんでは毛皮の染め替え薬を売り出していました。さあ、どなたでも試しにお染め替えいたします。売り出し中はお金はいただきません。さあ、どなたでも。お猫さんとお黒さんは胸がドキドキしてきました。どう？染めてもらわない？ただだって。二匹は顔と顔とを見合わせてもじもじしていました。化粧品屋のおじさんはすぐに、さあ、染めてあげましょう、と言って、お猫さんを真っ黒に、お黒さんを真っ白に染め替えてくれました。二人は喜びました。とても嬉しくて、自慢で、早くお父さんやお母さんに見せようと思って、飛んで帰りました。お猫さんのお父さんお母さんは、お黒さんに言いました。お猫さんや、お黒さんのお父さんとお母さんは、お猫さんに、お黒さんや、と言って、二匹を取り違えてしまいました。二匹は驚いて訳を話しましたが、どうしてもお父さんやお母さんたちはそれがわかりません。二匹は悲しくなって泣きました。そこへ近所の犬さんが通りかかって、
匂いで嗅ぎ分けてくれたので、お父さんやお母さんたちはどれが自分の子供だかやっとわかったそうです。2匹は胸をなで下ろしました。入院したお猫さん。お猫さんとお黒さんが毛を染め替えて、白い毛のお猫さんが黒くなり、黒いお黒さんが白くなってしまったことは1月号でお話ししましたね。それから1月経ちました。2匹の毛の色はだんだん染めが剥げてきて、2匹ともネズミ色になってしまいました。人間から言うと、ネズミ色という色もなかなか良い色ですけれども、猫の世界では一番嫌な色だと思われています。猫とネズミは一番仲が悪いのですからね。そこで、お猫さんとお黒さんのお父さんやお母さんたちは、2匹を病院にでも連れて行って、早く毛の色を落としてしまいたいと思いました。けれども、お猫さんもお黒さんも、なかなか病院に行くことを承知いたしません。病院というところは怖いところだと思い込んでいましたから。なぜ病院へ行くのは嫌なの？早く毛をきれいにしないと学校へ上がれませんよ。お母さんたちはこうおっしゃいました。だって、お昼間こんななりして外へ出るのは嫌だから。と、お猫さんとお黒さんは申しました。病院が怖いなんていうことは言いません。人間の子供でもそうですが、猫の子供は本当に心配だと思うことは言わない癖があります。そこでお父さんやお母さんは夜の病院を探しました。幸いなことに鳥山夜間病院というのが見つかりました。院長さんはフクロウ先生でした。お猫さんとお黒さんはそこへ行くことに決まりました。本当は病院に行くのが嫌なの、と泣いてみましたけれども、もう仕方がありません。2匹は病院に入院いたしました。フクロウ先生は2匹を診察いたしました。そして、色の覚めるお薬を塗ってくださいました。1日3回ずつ。それから1週間経ちました。お薬はせっせせっせと塗りましたが、相変わらず色はなかなか覚めません。少しは覚めたのですが、まるでムラになってしまって、2匹ともますますみっともなくなってきました。お猫さんとお黒さんは泣きました。もうお家へ帰りたいと言って。お父さんやお母さんたちも泣きました。せっかく可愛らしかった子供たちがこんなにみっともなくなったと言って。お猫さんの毛はやっと元の通りになります。2月号にはお猫さんの毛が白くならないので、とうとうお猫さんたちとお父さんやお母さんたちが泣き出したところまでお話しいたしましたね。みんながそれぞれに泣き出したので、さすがのフクロウ先生もどうしたらよいかと散々工夫いたしましたが、どうしても思うように参りません。けれども、さすがは病院の院長さんだけあって、大決心をして、お父さんやお母さんたちに言いました。さて、お子さんの毛についてはいろいろ苦心いたしましたが、これはもう普通のことではよくなりません。手術をするよりほかありません。お父さんやお母さんたちは驚いて目を回しそうになりましたけれども、仕方がないと思ったので、どうかその手術をお願いいたします、と泣きながら言いました。フクロウ先生は別の部屋で早速その手術をいたしました。15分くらいで済みました。さあ、手術は済みました。とフクロウ先生がおっしゃいましたので、お父さんやお母さんたちは手術室へ走っていきますと、
お猫さんとお黒さんの毛を一本も残さず、カミソリですり落としてありました。お父さんやお母さんたちはどんなに嬉しかったでしょう。血なんぞ一滴も出ていないのですから。それからフクロウ先生は2匹に気配薬をたくさん塗りつけて、風邪をひかないように暖かい毛布で2匹を包んでくださいました。2匹は目をパチクリさせながら、涼しいような、暖かいような気持ちがするわ、と言いましたので、みんな大笑いしました。それから10日ほどの間に、お猫さんには真っ白な、お黒さんには真っ黒の毛が立派に生え揃いました。2匹はフクロウ先生にお礼を言って退院いたしました。お父さんやお母さんたちもやっと安心いたしましたが、なかなかお父さんやお母さんというものは心配が多いものですね。ベルさんのお花を引っかきました。お猫さんとお黒さんは毛がちゃんと元通りに生え揃ったので、もう外に遊びに行けるようになりました。ところが、たちまちのうちに、またまたお猫さんの町中の噂になるような事件を引き起こしてしまいました。やれやれ。その日はちょうどお天気が良くて、暖かい日が照っていました。お猫さんとお黒さんは、お家にいるのがつまらなくなって、外へ出かけました。すると、お隣のお庭に、それはきれいな小さいお家が建っているのに気がつきました。あら、あんなところにお家が建っているわ。一体何でしょう。と、お猫さんが言いました。あれは、お隣の犬のベルさんのお家よ。こないだこさえてもらったばかりよ。と、お黒さんはお母さんにでも聞いたのでしょう。なかなかいろんなことを知っております。お猫さんは言いました。そんなことない。ベルさんなんかにあんな美しいお家など建てる人などいないわ。いつだって泥だらけの足をしているから。そしてお猫さんは遠慮なくその小さいお家の中に入っていきました。お黒さんも仕方なくお猫さんについていきました。お家の中には新しい良い匂いのする藁がいっぱい敷いてありました。風は入らないし、暖かくて、その上静かで、お猫さんとお黒さんは思わず藁の中に潜り込んで寝てしまいました。何時間か経ちました。もしもし、お猫さん、お黒さん、起きてください。ここは私の家ですから。という声がしたので、2匹は目を覚ましました。2匹は横になったまま外を見ると、ベルさんが立っていました。お黒さんはお猫さんに言いました。お猫さん、やはりこれはベルさんの家よ。早く帰りましょう。と言いましたが、お猫さんは動きません。ベルさんは外でうなり始めました。お猫さんは仕方なく起き上がって、いきなりベルさんのお花を引っかきました。ベルさんのお花の先からは血が出ました。お猫さんとお黒さんは後も見ずに走ってお家へ帰りましたけれども、晩のご飯もろくに喉に通りませんでした。やはり悪いことをしたのだということは分かっていましたからね。その晩中にベルさんのお花をひっかいたことが町中に知れ渡ってしまいました。なぜと言って、ベルさんがお薬屋さんへ行って、お猫さんに引っかかれた時につける公薬という薬を買ったからです。もうお外へ行ってはいけません。と、お猫さんとお黒さんのお母さんはおっしゃいました。とんだことになりました。さて、お猫さんとお黒さんは、
外に出られなくなりました。もちろん学校へも行けません。おとなしくお留守をしていらっしゃい。今日一日おとなしくしていれば、明日から学校に行かせてあげますから、おやつのチョコレートを戸棚の中に入れておきますよ。と、お母さんはおっしゃいました。そして、2匹をお部屋に残して、買い物に出かけました。お猫さんとお黒さんはいたずらっ子でしたけれども、なかなか学校が好きなものですから、今日は本当におとなしくしていようと思いました。もう1週間も学校を休んでいるのですからね。はじめのうちは日向ぼっこをしたり、本を読んだりしていましたけれども、だんだん退屈になってきて、そこにかけてあったお父さんの洋服をお猫さんが着ました。お黒さんはお母さんの着物を引きずるほど長く着て、おしろいと頬紅をつけました。お猫さんは墨で口ひげをかきました。とてもよく似合っているわ。とお猫さんはお黒さんに言いました。とてもよく似合っているわ。とお黒さんはお猫さんに言いました。二人はすっかり大人になったつもりで部屋中を威張って歩き回りました。その時、お玄関でごめんくださいという声が聞こえました。お猫さんとお黒さんは2匹揃ってお玄関に出て行きました。まるでお父さんとお母さんのように気取って。ところが、2匹はお客様の顔を見ると、いらっしゃいませとも言わず、キャーッと声を出して、お部屋へ逃げて帰りました。なぜと言って、それは学校の先生でしたから。そして2匹は恥ずかしくて、ポロポロと涙を流して泣きました。おやつも喉に通りません。お母さんがおいしいお夕飯を買ってきてくださったのですが、それも食べられません。お母さんが、明日から学校ですよ。早くお寝なさい。と言っても眠りません。かわいそうな2匹ですね。そして2匹が泣きながら、学校なんて嫌、行きたくない、と言いました。が、明日になれば、どうしても学校へ行かなければなりません。身から出た錆とは言いながら、なかなかつらいことですね。汚い手をして。今夜はアヒルさんのお誕生日ですから、着物を着替えなさい。お顔も手も足もきれいに洗うのですよ。と、お猫さんとお黒さんのお母さんはおっしゃいました。はい。と、2匹はお返事しました。そして顔を洗いましたが、手と足はめんどくさかったので洗いませんでした。それから2匹はアヒルさんところへ行きました。おごちそうが山ほど出てきました。さあ、ご遠慮なく、たくさん召し上がってください。と、アヒルさんが言いました。お黒さんとお猫さんは大喜びで、おいしいおごちそうをいただこうとしましたが、何分おめでたい日なので、電灯は300色の明るいのをつけてありましたし、テーブルかきは真っ白だしするものですから、2匹の手の汚く見えると言ったら、2匹は他のお客様が横を向いているうちにそっとおごちそうをいただきました。そしてみんなが前を向いている時にはテーブルの下で手の泥をこすり落としました。けれどももう間に合いません。せっかくのおごちそうも喉に通りません。やがて主人のアヒルさんが立ち上がって言いました。皆さん、どうも今夜はわざわざおいでくださってありがとう存じました。ところがさっきから見ていますと、お猫さんとお黒さんは少しもおごちそうを召し上がりません。さあ、どうぞご遠慮なく。と申しました。すると他のお客様までが一緒になって、さあ、どうぞ、どうぞ、
と言って、おごちそうを2匹の前へ集めました。2匹は顔を見合わせて泣き出しそうにしました。しかし仕方がありません。真っ赤な顔をして泥だらけの手を出しておごちそうをいただきました。一人残らずお客様が見ている中で。すると一人のお客様が言いました。まあ、お二人のお手のきれいなこと。するとお客様はみんな一度に笑いました。アヒルさんは主人だけあって、すぐにこう言いました。何、大したことはありませんさ。石鹸で洗えばきれいになるんですからね。と。そして2匹を洗面所へ連れてって手を洗わせてくださいました。帰ってくるとお客様たちは笑いながら言いました。まあ、お猫さんとお黒さんのお手のきれいになったこと。2匹は赤い顔をしましたが、それからは大威張りでたくさんおごちそうをいただきました。